はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回は永久保存版です。数3の積分を完全パターン化していきます。このね、数3積分は数3の範囲の中でも一番分厚くて、手強い範囲ですよね。本当に勉強が必要で、僕もですね、習いたての頃はかなり苦戦しました。でもですね、今回の授業をしっかり聞いてくれれば、もうね、数3の積分の範囲の、例えば教科書とかで問題見てもらったら、かなりね、解けるようになってるはずです。僕自身ですね、このパターンをしっかりと押さえてるんで、大学受験に出てくる積分は、もうぶっちゃけ 100% 解けますね。ぜひ皆さんもこのパターンをしっかりと押さえて積分マスターになってもらえたらいいなと思います。今回ですね、1回数3の積分を一通り学ばれた方にね、向けて、授業をしていくので、いいね、復習にしてもらえたらいいなと思います。それでははじめに全体像から、数3の積分をね、総論、各論に分けて、それぞれ解説していくんですけど、この動画では総論について話していきます。基本形のマスター、塊の発見、そしてよくある形、部分積分と分数関数について解説していきます。まずは基本形のマスターから。基本形っていうのは何かというと、一言で言うと、一発で答えが出るもの。例えば、x のアルファ乗を積分したら一発で出るし、このアルファがね、マイナス1の場合、x 分の1はね、特別にログ x の絶対値というふうに考えるし、e の x 乗はそのまま e の x 乗と、一発でわかりますよね。他には三角関数で言うと、sinx の積分がマイナス cosx、cosx の積分が sinx。で、これね、二つ忘れがちなんですけど、この二つね、コサイン2乗分の1の積分はタンジェント。サイン2乗分の1の積分はマイナスタンジェントになると、これね、急に聞かれた時に、コサイン2乗分の1の積分ってどうやるんだっていう風にね、なってしまわないように。もうこの2つは公式なのでしっかりと特に押さえておきましょう。このね、基本形をまずはしっかりと押さえるということが重要なんですけど、この基本形において重要なことがもう一つあって、これらの x に ax プラス b、同じくね、一次関数ですね、が入っていても余裕で積分できるんだっていうことですね。例えば、5x プラス8分の1を積分するって言ったら、これって x ね、x 分の1の x に 5x プラス8が入ってますよね。これはもう楽勝なんですよ。もう x 分の1が log(x) になるのと同じように 5x プラス8分の1も log5x プラス8の絶対値と。こういう風にやってあげて、ただ、この log5x プラス8を微分すると、このね、5x プラス8分の1だけじゃなくて、中身の微分。ね。この ax プラス b の微分の a がね、出てきちゃうね。この場合で言うと5が出てきちゃう。ということで、5分の1倍をしてあげて、調整してあげてくださいねと。他の例としては、ルート 3x プラス4の積分。これも考えてあげると、これって結局、ルートっていうのは2分の1乗で見れるわけだから、x のアルファ乗のアルファに2分の1が入って、この x に一次関数 3x プラス4が入ってるよっていうふうにわかりますよね。だから 3x プラス4の2分の1乗って見てあげれば、同じようにね、これ考えてあげると、3x プラス4の2分の1乗に1加えるから2分の3乗。その時に、これをね、微分したら2分の3が降りてきちゃうわけだから、3分の2倍してあげますよと。それが、ここの部分でね。でも今回、ね、3x プラス4っていう塊がね、出てきてるわけだから、こいつを微分すると、さらにこの中身の微分の a、3がね、出てきてしまうわけだから、さらに3分の1倍してあげると。なので、9分の2倍のこれ、足す c と。こういう風に積分をすることができるわけです。基本形を押さえて、この x に ax プラス b が入っていても余裕なんだよっていうことを押さえておいてください。で、これね、基本形、ここに1、2、3、4、5、6、7個あげたわけなんですけど、それ以外にもね、押さえておくと便利だよっていう積分があって、例えば、2ルート x 分の1の積分はルート x になる。これはむしろね、ルート x を微分したら2ルート x 分の1。ルート x を微分したら、このルート x が分母に来るんだよっていうことだけ押さえておけば大丈夫かなと思います。あとは、これ覚える必要はないんですけど、log(x) dx。やってるうちにね、覚えるんじゃないかなと思います。x log x マイナス x プラス c と。これはね、部分積分、後でね、説明するものを使えば簡単なんですけど、やっていくうちにね、覚えちゃうものってありますよね。このあたりの基本形も合わせて押さえておくと、後々ね、効いてくるんじゃないかなと思います。
これからね、いろんな難しい積分についてね、話していくんですけど、結局どんな難しい積分もいろんな技を駆使して、この基本形に落とし込んでいくと。そういう作業なので、この基本をね、しっかりと押さえるということは非常に重要なわけです。じゃあ、これはね、押さえたところで、じゃあ実際に難しい積分を見たとき、最初ね、基本形どれにも当てはまらないなっていう風になったとき、まずやってほしいことが、塊を探すということ。このね、塊を探すっていうのが非常に重要。まずやってほしいステップなんですけど、ここでね、つまずいてしまう人が多いんでね、これをしっかりと押さえていきましょう。そこから先は、もう本当にね、簡単なパターンの組み合わせでしかないので、ここが本当に重要。塊を探すっていうのは、やりたいことっていうのは置換積分ですよね。置換積分において意識しなきゃいけないことは3つあって、これが fx、dx。x が a から b までだとして、x を t に変換したい、ね、置換したいっていう風になったとき、3つのポイントを押さえなきゃいけないと。まずは、この fx を変形すると。で、さらに、この dx も変形しなきゃいけなかったんですね。まとめて gt、dt と。この fx だけを、ね、t の関数に置き換えるだけじゃダメで、dx もちゃんと dt に置き換えなきゃいけないんですよと。だから、これがね、1つ、2つと。で、さらに、この範囲 A から B までっていうのを t の範囲に置き換えなきゃいけないと。この3点セットをしっかりと押さえていきましょう。で、このね、dx を dt に置き換える作業なんですけど、今仮に gx イコール t みたいな感じで置いてあげた場合、この両辺を、こっちを x で微分、こっちを t で微分することによって、g'(x)dx イコール dt と。これいわゆる全微分と呼ばれる操作なんですけど、このようにして、g'(x) の dx 倍っていうのが dt と等しいですよっていうふうに求めることができるんですね。この操作ね、一応一般化しておくと、fx イコール gt みたいなね、式があった場合、この左辺を x で微分して dx をかける。右辺を t で微分して、dt をかけると。こういう関係を見つけることができるんですけど、この gx イコール t の場合はこういう風になると。これを使ってあげると、こういう形を見つけたときに、この gx を t っていう風に置いてあげると、t イコール gx なわけだから dt が g'(dx) すなわち、ここの部分が〇〇 dt になると。すなわち、ft dt と。こういう風に置き換えることができるよねと。何がね、大事かというと、gx を塊として置くっていう風に考えたときに、ここにね、1個だけ g'(x) ね、それを微分したものが取り出せてるじゃんと。この形になってるかどうかっていうことを意識するのが重要なわけですね。これね、抽象的すぎて何やってるかわかんないと思うんで、具体例を通して見ていきましょう。例えば、x×e の x2乗 dx と、これね、基本形のどれでもないっていうことをまず押さえた上で、塊ないかなって考えていくと。で、今回、e のなんとか乗っていうのがどっかにあるわけで、e のなんとか乗、ここの部分が x2 乗。ちょっとx 乗と違って、別の関数扱いづらいじゃないですか。こいつを塊として置いてみたらどうなるかなって考えてほしい。そうすると、ね、この塊の微分が1個だけ外に出てますよね。x かけるっていう形で1個だけ取り出せてる。すなわち、これ分かりやすいね、形に、一応書き直してあげると、かける、x2 乗の微分っていうのは 2xdx と。ね、x2 乗の微分が 2x ですよね。で、その2分の1倍と。こういう風に見れるので、この x2 乗を t みたいに置いてあげると、2xdx が dt に変換されて、これっていうのは結局2分の1倍の e の t 乗の積分。それは e の t 乗ですね。e の t 乗。で、t っていうのはもともと x2 乗なわけだから、このように積分することができるというわけですね。同じように、この積分も全く一緒ですよね。これも同じように、x2 乗塊としておいたら、これね、微分したものっていうのは 2x なわけだから、2x が1個ね、出てきてくれれば、残りの部分が x2 乗で表せれば、うまい具合にね、置換積分できるのになっていう風に考えてあげたら、x3 乗のうち 2x の要素を1個取り出してあげると。そうしたらどうなるかって言ったら、残りが x2 乗、2分の1倍ね。x2 乗、e の x2 乗と。で、
あとは 2xdx と、こういう形にね、変形することができて、要は、この x2 乗っていうのを丸々塊としてね、置いてあげたときに、1個だけその微分が出てくると。ね、1個だけ取り出せてるな、こういう関係にあることを見抜いたら、あとは x2 乗ね、t と置いてあげて、2分の1倍の t 乗 dt と。あとはこの積分をしてあげるんですけど、これはね、後で部分積分やってから、解けるようになります。よろしいですかね。あともう1個ぐらい例やっておくと、x 分の log x の2乗 dx と。これもね、楽勝ですよ。まずは、基本形のどれでもないなっていうふうに思ってあげて、これパッとね、式を見た時の印象、インパクトとしては、log x があるのかってなりますよね。log x がね、出てくるなと。で、この時に、なんか塊としておけたらいいなって思うわけなんですけど、これ log x の微分って x 分の1だよなと。あれこれ x 分の1かける log x の2乗なわけだから、log x の微分が1個出てきてるなっていうふうに見えるわけですね。その最初の式の印象っていうのがすごく重要。この式をパッと見て、log x のね、関数が目立つなと。で、log x 微分したら x 分の1、1個あんじゃんってやればもう楽勝ですね。これが、別にこれ書き直す必要はないんですけど、log x2 乗かける x 分の 1dx みたいに見てあげれば、このね、log x を塊として置いてあげると。t というふうに置くと、この x 分の 1dx が dt になるよと。だから t の2乗かける dt で、3分の 1t3 乗。要は3分の1の log x の3乗と。プラス c と。こういうふうに答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。しっかりと式を見た時の印象で、ここの部分塊として置きたいような気がするな。で、じゃあそれ用の微分っていうのを1個取り出してこれるか。ね。1個取り出すっていうのが非常に重要。取り出せればもう勝ちというわけですね。ここでですね、この置換積分をもう少し深めていきましょう。こういうふうに式を見てあげて気づくものもあれば、知らないと解けないものもあるんですね。それを例として3つ挙げていきます。まず1つ目。ルート a2 乗 -x2 乗の形状を含むものと、こういうものっていうのはもうパターンがあるんですね。この時は x イコール a サインシータ。このシータの範囲はマイナス2分の π から2分の π と置くと。もうこれはワンパターン。なぜかというと、これはね、ルート1マイナスサイン2乗シータっていうのが、このルートの中身がね、コサイン2乗シータになるんで、コサインシータと。本当は絶対値なんですけど、このね、マイナス2分の π から2分の π の範囲では、コサインシータっていうのは絶対正なわけだから、このね、絶対値も外れると。こういう理屈なわけですね。これをうまく利用してあげてるんだよっていうことをしっかりと押さえておいてください。例えば、この積分を解きたいっていう風になった場合、これはね、ルート a2 乗 -x2 乗あるなという風になるので、これ、パターンとして x イコール a サインシータ。今回 a1 なので x イコールサインシータと置くと。こういう置換積分をしてあげれば、あとはね、3点セット。このルート 1-x2 乗の部分をシータに置き換えるし、dx もシータに置き換えるし、範囲もシータの範囲に変換すると。そうすると、まず x イコールサインシータっていうことから、dx と d シータの関係が出てきますね。こっちを微分して dx 倍。こっちを微分するとコサインシータの d シータと。こういうふうに全微分することができて、dx をシータに置き換えられる。で、ここの部分をシータに置き換えられると。ルート 1-x2 乗っていうのは1- サイン2乗になって、これと一緒。コサインシータになりますよと。ね、シータはマイナス2分の π から2分の π の範囲だからね。で、dx の部分はコサインシータ d シータと。で、x の範囲が0から1なわけなんだけど、x の範囲が0から1。この時シータの範囲はって言われたら、サインシータが0の時っていうのはシータは0。サインシータが1の時はシータは2分の π と。しつこいようだけど、シータの範囲がこうだからと。なので、シータが0から2分の π っていう風になって、これはね、角論のところの三角関数のね、ところでやるんですけど、コサイン2乗シータ、d シータですね。コサイン2乗シータは、これ半角の公式を使ってあげて、2分の1足すコサインシータと。このように変形してあげて、そうしたら基本形だけですね。2分の1の部分は2分のシータ。で、2分のコサイン2シータのところは、コサインシータっていう基本形があって、そのシータに2シータが入ってるだけだから、楽勝と。こっちの方は4分の1サイン2シータという風になる。
で、これが2分の π0 っていう風になって、これね、2分の π 代入して0代入して引いてあげると答え4分の π という風に求めることができるわけです。よろしいですかね。もうこれね、ルート 1-x2 乗の積分っていうのは一番基本的な形なんですけど、その以外の形になったとしても、ルート a2 乗 -x2 乗の形状はもう x イコール a サインシータって置けば絶対に解けるんで、もうこのね、理屈、ルート 1-sin2 乗シータがコサインシータになるからこういう風に置くんだっていうことだけ押さえておいてください。で、これね、余談なんですけど、ルート a2 乗 -x2 乗の積分。こいつについては実は図形的に解くこともできますよね。っていうのも、ルート a2 乗 -x2 乗っていうのは何かって言ったら、x2 乗プラス y2 乗イコール a2 乗の上半分の関数なんですよね。なので、アルファからベータまで積分するってなったら、アルファからベータまでのこの面積っていう風に図形的に求めても答えを出せるというわけですね。今回の場合、ルート 1-x2 乗っていうのは単位円の上半分。で、0から1まで積分しているので、この四分円になって当然4分の π と。このように求めることもできるわけです。これが一つ目。ルート a2 乗 -x2 乗の形状を含む場合。じゃあ次、二つ目。x2 乗プラス a2 乗の形状を含むもの。このね、x2 乗プラス a2 乗っていうのを見たら、しっかりと反応してほしいものがあるんですね。ここで一個注意なのが、k が1とか2とかだったら、普通に展開してね、積分できますからね。そういう単純じゃない場合、マイナス1とか2分の1とか入る場合の考え方としては、x イコール a タンジェントシータと置いてあげてください。このね、a タンジェントシータって置く理由なんですけど、この x2 乗プラス a2 乗っていうのをこれでね、計算してあげると、a2 乗タンジェント2乗シータになって、a2 乗でくくると a2 乗括弧1足すタンジェント2乗シータと。で、この1足すタンジェント2乗シータって、コサイン2乗シータ分の1ですよね。このように綺麗な形に変形することができると。で、さらに、x イコール a タンジェントシータの場合、dx と d シータの関係、置換積分するから dx と d シータの関係は絶対求めるんだけど、タンジェントシータの微分ってコサイン2乗分の1ですね。なので、コサイン2乗シータ分の ad シータと。こういう形になって、かなり相性がいいわけですね。コサイン2乗分の1っていうのがどっちも出てくるし、これで解きやすくなると。例えば、この積分を求めたい x2 乗プラス4分の 1dx と、これね、x2 乗プラス a2 乗、x2 乗足すなんとかっていう形になってますね。もうこれを見た瞬間、x イコールね、a タンジェントシータ。今回の場合は2タンジェントシータ解けばいいのねと。もうワンパターンですよね。もう超楽勝。x イコール2タンジェントシータと置く。この時どうなるかというと、3点セットですよね。まず、dx について考えてあげると、2タンジェントシータを微分すると、コサイン2乗シータ分の 2d シータと。こういうふうに変換することができて、x2 乗プラス4分の1も楽勝ですね。x の2乗っていうのは4タンジェント2乗シータ。だから4でくくると、1足すタンジェント2乗シータ分の1と。こんな感じで変換できて、dx も d シータにね、置き換えてあげると、コサイン2乗シータ分の 2d シータ。で、3点セット目。これが0と2を変換してあげなきゃいけなくて、x が0から2の時、シータはって言ったら、x が0の時はタンジェントシータが0なわけだから、シータは0と。x が2の時は、タンジェントシータが2で割って1なわけだから、タンジェントが1の時はシータが4分の π と。一応ね、シータの範囲はマイナス2分の π から2分の π というふうに置いてるんで、0から4分の π と。よって、ここのね、範囲が求まって、じゃあ、あとはここの部分整理してあげたいんですけど、この1プラスタンジェント2乗シータっていうのはコサイン2乗分の1なわけですね。そうすると、ここの部分が、この4分の1っていうのを出してあげると、4分の1かける、これがコサイン2乗分の1分の1だから、コサイン2乗シータという風になって、かけるコサイン2乗シータ分の 2d シータになるから、コサイン2乗がね、約分できちゃうね。よって、このね、4と2も約分してあげると、2分の1を0から4分の π まで積分することになるので、2分の1の4分の π 倍で8分の π というふうに求めることができるわけね。よろしいですかね。こんな感じで、x2 乗プラス a2 乗の形状っていうのを見たら、x イコール a タンジェントシータと置いてあげましょう。じゃあラスト。ルートなんとかだったり、サインなんとか
みたいな感じで、ルートの中身が結構ね、いろいろ複雑だったり、サインの中身が複雑だったりする場合に、この中身を丸ごと、あるいは、このルートごとね、ルートの全体を塊としておく場合があると。これはですね、問題に応じてなので、ぶっちゃけ、そういうパターンがあるんだなっていうことをね、頭の片隅に入れといてもらえれば大丈夫です。例えば、こういう積分があった時に、結構ごちゃごちゃやっても、難しいんですね。で、この時、ルートなんとかっていうのがね、出てきてるわけだから、この1プラス2ルート x、これを丸々塊として t と置いてあげよう。あるいは、この全体、ルート1プラス2ルート x っていうものを t と置いてあげようと。こういう発想によって、解くことができるんですね。で、この中身を置くか、外側を置くかっていうのはぶっちゃけどっちでもいいです。っていうか、そもそも置換積分っていうのは、あんまりね、深く考えなくていいんですよ。これを塊として置かなきゃいけないっていう決まりはなくて、こう置いてもいいし、ああ置いてもいいし、最終的には同じことやってるよねっていうふうに落ち着くので、基本的には、例えば教科書の答え見て、いや、こうやって置かなきゃいけなかったのかとか思わずに、割とね、気軽な気持ちで、こう言ってるけど、そういう考え方もあるよね。こう言っても解けるし、ぐらいの感じでね、考えてもらえたらいいかなと思います。じゃあ今回ね、試しに全体を t として置いてみましょう。そうすると、このルート1プラス2ルート x っていうのを t というふうに置くことができるわけなんだけど、当然 dx も dt に置き換えなきゃいけないですね。で、ここで何をするかというと、t イコールルート1プラス2ルート x。ということは、これ微分して、みたいな感じでやってしまうと、うまくいかない。なぜかというと、dt イコール、こっちは、これをね、微分した形、何かしらの関数 fx っていうのが出てきて、dx という風になりますよね。そうすると、この dx っていうものを t でね、置き換えたいのに、この fx っていうものを作ってあげなきゃいけなくなるわけですよ。これちょっと厄介ですよね。これを回避するために何をするかっていうと、t イコールっていう形を x イコールっていう形に変えてあげると。実際ね、やってみるとね、何を言いたいかっていうのはわかると思います。両辺2乗してあげて、移項して2で割って2乗すると、x イコール2分の t2 乗マイナス1の2乗と。こういう形になりますよね。このことから dx イコールdx っていうのは、この t の関数を t で微分して dt っていう風につけることができるので、あとはこいつを微分してあげると、これね、省略するんですけど、t かっこ t2 乗マイナス1っていう風になって、この dt 倍と。なので、このね、dx っていうのをちゃんと t だけの式に置き換えることができるわけね。t かけるこれなわけだから、t2 乗かっこ t2 乗マイナス 1dt と。で、忘れちゃいけないのは、この範囲0から1っていうのも変えなきゃいけない。x が0から1。ね。x が0から1。この時 t はって言われたら、この x0 っていうのをここに入れると、t はルート1たす0だから1だね。で、x が1の時は、ルート1たす2ルート1だから、ルート3だね。なので、範囲は1からルート3という風になるので、あとは簡単ですね。1からルート3で、これ展開してあげると t4 乗 -t2 乗。ただの整式の計算になるので、あとは省略して、5分の4ルート3足す15分の2と、こういうふうに求めることができるわけです。こんな感じで、ルートの中身、あるいは全体をまとめておくと、こういうことによって求める場合もあるんだよってことは押さえておいてください。今までやってきたことっていうのを振り返ると、まずは基本形を押さえる。で、その上で塊を探してあげると。その時に1個取り出しますよっていう話があったんですけど、知らなきゃね、解けない問題もある。それがルート a2 乗マイナス x2 乗だったり、あとは x2 乗プラス a2 乗っていうのを含むものだったり、あるいはルートを丸々置かなきゃいけなかったりと。そういう場合があるということを押さえておいてください。それでは基本形をマスターして塊の発見までやったので、最後ね、よくある形について見ていきます。まずはよくある形の部分積分から。この部分積分の公式っていうのは、こういった形でしたよね。F' かける G っていうのを積分する場合、ね、これ掛け算。何かと何かの掛け算の場合、それをこういう形に変形することができると。で、この部分積分の本当に重要なところっていうのは、この積分。この積分をこの積分に
変形することなんですよ。だってね、この f×g っていうのはもう積分する必要ないわけで、もう放置でいいじゃないですか。なので、集中しなきゃいけない積分っていうのをこの形からこの形に変形すると。これは何かかける何かっていうもののうちの片方を積分してるね。で、もう片方を微分してると。なので、二つのね、関数の積になっている場合に、片方を積分してもう片方を微分した時の積。こっちの方が積分が簡単な場合、このね、部分積分が有効になると。具体例としては、整式×三角関数、整式×e の x 乗、整式×ログ x っていうのはもう代表例ね。これを見た瞬間に、部分積分だなっていうことを理解してほしいと。なぜかというと、このね、理屈に立ち返ってあげましょう。まず三角関数、サイン、コサインですね。サイン、コサインっていうのは、積分してもめちゃくちゃ簡単ですね。サイン x を積分したらマイナスコサイン x。ね、コサイン x を積分したらマイナスサイン x と。こんな感じで積分していく。これ積分のそうですね。微分じゃなくて。積分していくことによって、サイン x だったりコサイン x だったりっていうのは変わるわけなんだけど、式としての複雑さっていうのはそんなに変わらないですね。サインを扱おうがコサインを扱おうが複雑さは変わらないと。同じように e の x 乗。こいつもいくら積分しても e の x 乗のままだから、複雑さは変わらないと。だからこいつらは積分しがいがあるんですよ。一方で、整式の方ですね。例えば x の n 乗っていう整式があったら、今度は微分してみましょう。こっちは積分で、ね、積分で、こっちは微分ね。x の n 乗を微分すると、nx の n-1 乗。で、微分していくと、n 括弧 n-1、x の n-2 乗と。これって何が起こってるかというと、次数が下がってますよね。次数が下がってる。ということで、微分すればするほど扱いやすくなるんですよね。もちろん三角関数 e の x 乗とかに関しては微分してもサインがコサインになるだけでそんなに扱いやすさは変わんない。こっちは積分していいんだけど、この x、n 乗に関しては微分すると楽になっていく。極めつけが log-x。こいつに関しては微分すると x 分の1になってめちゃくちゃ楽になるね。めちゃくちゃ楽になる。ということで、こいつは微分したいと。こういう風に2つに分かれるわけなんですよ。そうすると、この2つが組み合わさった時に、どうなるのか。ね、こっちは積分 OK、こっちは微分したい。だったらこれ部分積分使えますよね。特に整式×なんとかの場合、例えば、x コサイン x を積分したい場合、これっていうのは、この x っていうのを微分したい。コサイン x は積分 OK。なので、コサイン x を積分して、サイン x の微分っていう形で見てあげると、これが x サイン x マイナス x の方を微分して1。ね。簡単になりますよね。かけるサイン x dx と。積分しなきゃいけない。集中しなきゃいけない積分が簡単になるので、あとはこれ計算するだけ。x サイン x プラスコサイン x と。プラス c と。こういう風に簡単に求めることができるというわけですね。同じように、x、e の x 乗 dx とかも全く一緒ですね。x の方は、微分したくて、e の x 乗の方は積分 OK なわけだから部分積分の出番。これは x、e の x 乗マイナス x を微分して、これは e の x 乗と。よって、x、e の x 乗マイナス e の x 乗プラス c と。こんな感じで求めることができる。で、唯一ね、log-x に関しては、ちょっと特殊ね。log-x。この log-x っていうのは、微分すると強烈に楽になるわけなんですよ。これっていうのは、x の n 乗って、ね、微分したら楽になって、一方で積分すると次数上がるじゃないですか。でも次数上がるっていうデメリットを上回るぐらい log-x って何としても微分したいんですよ。そうすると、この log-x を log-x×1 みたいな感じで見てあげて、すなわち1っていうのは x の微分。ね。これは1の方を積分したっていう考えね。1を積分してでも log-x を何とかして微分したいっていうふうに考えてあげれば、これは x log-x マイナス x。こっちは積分したわけなんだけど、log-x の方を微分することによってめちゃくちゃ綺麗になると。実際これ約分することができて、マイナス1の積分だから、
結局 x ログ x マイナス x プラス c と。こんな感じで積分することができるよねと。このね、積分 OK ゾーンと微分子体ゾーンっていうのをしっかりと見極めて、そして特にね、微分子体ゾーンではログ x があまりに強烈っていうことをしっかりと押さえて、この部分積分を使いこなせるようにしましょう。で、部分積分でね、よくある話としては、例えばログ x の2乗を積分する場合、この場合ね、ログ x の2乗って何だろうっていう風になるんですけど、部分積分を2回使えばいいんですね。さっきの理屈でログ x を、積分するときは、1× ログ x の1を積分すると。で、ログ x の方を微分するっていう話をね、出したと思うんですけど、このログ x の2乗も、ここに x の微分かける、ね、1× ログ x の2乗って見てあげることによって、まずは x ログ x の2乗と。で、引く、x かける、ね、1を積分したものかける、ログ x の2乗を微分してあげる。そうするとどうなるかというと、2ログ x っていうのが出てきて、塊、ログ x の微分 x 分の1が出てくる。そうすると、この x が約分できて、集中しなきゃいけない積分っていうのが、もともとログ x の2乗だったのが、2ログ x、ログ x になるわけですね。こんな感じで、より簡単になると。もともと部分積分のね、目的っていうのは簡単にするっていうことで、別に1回の部分積分で求められるようにするっていうわけじゃないんですよ。1回じゃなくても、とりあえず簡単になれば OK。これで簡単になったから、もう1回部分積分、ログ x の積分はね、さっきやった通りなので、これを同じようにやってあげて答えを出していくと。こういうふうに求めることができるわけですね。で、あとよくある話としては、e の x 乗 3x。これっていうのは、どっちも積分 OK ゾーンですね。積分 OK ゾーンが掛け合わされているもの。これもね、いろんな解き方あるんですけど、まずはね、基本に押さえましょう。基本を押さえてから、ちょっと変わったね、解き方っていうのを押さえていくっていうのは重要なんですけど、何よりも大事なのは基本。いろんな解き方があるから、それにね、手を出して、いろんな解き方結局頭に入れたけど、何がどういう風に整理されてるのかわかんないっていう風になってしまうと本末転倒なんですよ。勉強すればするほど、その全体像を見失って、その積分ができなくなる。これはもったいないですね。なので、まずは、こういう基本に忠実にね、積分 OK ゾーンがある場合、どっちでもいいからとりあえず積分すればいいんだと。そういう風に考えてもらえれば OK。今回は、この e の x 乗っていうのを積分してみましょう。e の x 乗はね、積分しても e の x 乗だから、結局、e の x 乗 3x マイナス e の x 乗の 3x の方を微分したもの。こういう風に変形することができて、これも同じように e の x 乗をもう一回微分ね。e の x 乗を積分してあげると e の x 乗 3x でマイナス、ここの部分が e の x 乗 cosx でマイナス、e の x 乗かける cosx を微分したらマイナス 3x だね。だからマイナスを外に出してあげると 3x dx を、こういう風に変形することができて、そうするとここの部分を i って置いてあげるとここに i が出てくるんだね。そしたらもう勝ち。i イコール、これ引くこれ引く i なわけだから、ね、マイナス i を移行すると、2i イコール、e の x 乗でくくったら 3x マイナス cosx これプラス c ね。i っていうのは、2分の e の x 乗 3x マイナス cosx プラス c。c、2分の c になるけど、それをもう一回 c って置き直せば、こういうふうに求めることができると。c と。こういう風に2回ね、部分積分を使う場合もあるということを押さえておいてください。じゃあ部分積分、整式かけるこのパターン。これをしっかりと押さえた上で、最後ね、よくあるパターン。分数関数について見ていきます。このね、分数関数、ぶっちゃけ各論でも良かったんですけど、いろんなところに出てくるっていうことと、分量のね、前半後半の、そのね、分量の問題だったり、あとは、この分数関数をね、通して、こういう風に積分ってパターン化されていくんだな、っていうことをね、理解して、じゃあ後編もね、同じようにパターン化していけばいいのかっていう理解のために、ここでね、分数関数を扱っていこうと思います。そのね、分数関数の中でも、今回は、整式分の整式の積分について見ていきます。三角関数とか含まれているものは、この各論の方で見ていきますね。じゃあ、整式分の整式。まずね、押さえなきゃいけないのが、
分子の実数を分母の実数より小さくすると。これは基本ですね。例えば、2x-1 分の 8x3 乗っていう分数関数を積分した場合、これって頭でっかちなんですよ。ね、この 8x3 乗、分子に3次、分母に1次。このね、形の時点で頭でっかち、複雑にね、積分がね、複雑になってるなっていうふうに思ってほしい。この 8x3 乗を 2x-1 で割ってあげて、そうすると 4x2 乗。ここがプラス 2x プラス1っていうのが立って、8x3 乗マイナス1になって1と。このね、計算っていうのは、各自ね、ぜひやってください。4x2 乗足す 2x 足す1、プラス 2x マイナス1分の1と。ここまで来れば、この積分楽勝、楽勝、楽勝。で、2x マイナス1分の1も、今回は楽勝ですね。っていうのも、x 分の1の x ね、基本形に 2x マイナス1を入れたものだから、楽勝にできると。だから全部できますよっていう話。この分子の実数を分母の実数より小さくするっていうのは非常に重要。じゃあこれをした上で、この場合は、分母ね、実数が1次だから、結局 x 分の1と同じようにね、ログを使って積分することができるんですけど、この分母が2次以上の場合どうなるのっていう話。これについては、分母がね、因数分解できるかどうかっていうことをね、考えていくんですけど、その前に必ずやらなきゃいけないことが、もちろん、塊を受けるかどうかを見ていくと。結局ね、最初は塊を探してみるっていうのは非常に重要なわけなんですよ。例えば、この積分をしなさいっていうふうに言われたら、とりあえず塊ないかなっていうふうに見てみるんですよ。そうするとね、x2 乗プラス x プラス1。これを微分してあげると 2x プラス1になりますよね。要は、x2 乗プラス x プラス1っていうのを塊として置いてあげると、それを微分したね、2x プラス1っていうのが1個ね、取り出せるよね。1個取り出せるってことは、2x プラス 1dx っていうのを dt として置くことができると。イメージとしては、これを t って置くと、この 2x プラス 1dx が dt になるよねと。なので、t 分の1の積分、log t の絶対値。log t の絶対値、t っていうのは x2 乗プラス x プラス1。で、実はね、この x2 乗プラス x プラス1っていうのは、平方完成してあげると絶対正だから、ここは絶対じゃなくて、括弧にすることができるんですけど、こんな感じで積分することができると。簡単ですよね。まずは、塊があるかどうか。ね、塊があれば、一瞬で積分することができると。じゃあ、ここからね、塊がないことの、前提として、分数関数について見ていきます。これが、結局、因数分解できるかどうかで全然方針が変わってくると。はじめに因数分解できる場合、例えば x2 乗 -1 分の 1dx っていうのは、これね、分母を x-1x プラス1というふうに因数分解することができる。これは楽勝ですね。ワンパターン。何をするかというと、部分分数分解。もうこれワンパターンなんですよ。ね、これを見てあげて、x-1 分の何とか、足す x プラス1分の何とか、a, b とか置いてあげて、項等式を解いてあげてもいいんですけど、今回の場合は、このようにね、部分分数分解できるんですね。このね、計算は省略します。で、こっから先はもう楽勝ですね。この x-1 分の1とか x プラス1分の1っていうふうにね、部分分数、これらっていうのは、もう x 分の1の x に x-1 だったり x プラス1だったりっていうのが入ってるだけなので、簡単に積分することができるんですよ。こっちは x-1 分の1は log の x-1 だし、こっちのね、x プラス1分の1の方は log の x プラス1と。こんな感じで答えを出すことができると。もう因数分解できる場合は、もう部分分数分解してあげると。もうこれで1対1対応させれば大丈夫です。例えば他にもね、どんなに複雑になっても余裕ですよ。これが x-1 の x-2 の2乗分の x-dx とかだったとしても、これね、ちょっと計算はね、しないんですけど、x-1 分の何とか、足す x-2 分の何とか、足す x-2 の2乗分の何とかと。ね、これが2乗になる場合は、x-2 分の何とかと2乗分の何とかっていう風に分けてあげられるんだけど、このそれぞれの値、ね、a, b, c を
項等式でね、求めてあげることによって、それぞれの積分楽勝ですね。これはログの積分。これは x-2 のマイナス2乗の積分。っていうふうに考えることによって、全部求めることができますよと。部分分数分解するのが最強なわけです。それでは次のパターンが、分母がね、因数分解できない場合。この場合っていうのは、分母が2次の場合しかね、出ないですね。で、しかも、この場合って実はもうやってるんですよ。どういう風に出るかというと、定積分で出て、1プラス x2 乗分の 1dx と。こういった形なんですね。これやってますよね。これ分母因数分解できないわけなんだけど、この場合は、この x をタンジェント θ と。こういう風に置いてあげてくださいと。パターンとしては、この場合は、うまくね、タンジェント θ を利用する置換と。これをしっかりと押さえれば、もう楽勝ですね。他の例としては、例えば、x2 乗足す 2x プラス2分の1を積分したい場合。この場合、何をタンジェント θ と置けばいいんだろうっていう風になると思うんですけど、これも簡単。平方完成しちゃいましょう。分母を平方完成してあげると、x プラス1の2乗プラス1と。こういう風になって、結局、このね、タンジェント θ の積分って、1たすタンジェント2乗 θ っていうのを作りたいわけじゃないですか。としたら、この x プラス1をタンジェント θ と置くことによって、1たすタンジェント2乗 θ 分の1っていう形を作ることができるというわけですね。このね、分母の因数分解ができない場合は、もうほとんどね、99% の2次なので、その時はタンジェント θ をうまく使っていくと。この流れをしっかりと押さえておいてください。それでは最後に練習問題。x3 乗プラス8分の x3 乗プラス32の積分、0から1までの積分の値を求めてくださいと。これですね、ぶっちゃけ結構難しいんですよ。入試で出されたら結構正答率下がるはずなんですけど、今までやってきたことをしっかりと押さえていければ別に難しいわけじゃないんですね。これっていうのはまず、分数関数だなぁと。で、分母と分子のね、実数見てあげると、これ分子がね、頭でっかちになってますよね。なので、分子割る分母で実数下げしてあげる。そうすると、ここはね、1、余り24と。こういうふうに分解することができて、この1の部分は、簡単に積分できる。じゃあ残り x3 乗プラス8分の24の積分をしていかなきゃいけない。で、これ、今回分母が3次、2次以上なので、重要なことっていうのが、因数分解できるかどうかですね。その前に塊がね、作れるかどうかっていうのを見ないといけないんですけど、塊はないと。なので、因数分解できるかなっていうふうに考えたら、できますよね。x3 乗プラス8っていうのは、x プラス2、3乗足す3乗の因数分解の公式を使ってあげて、このように因数分解することができると。ということで、因数分解できたら大事なのが部分分数分解と。これちょっと計算めんどくさいんですけど、ここの部分を x プラス2分の a 足す x2 乗マイナス 2x プラス4分の bx プラス c みたいに置いてあげて a と b と c を求めていきたいと。どうやるかというと、これイコールこれの分母分子にね、x3 乗プラス8っていうのをかけてあげて、分母を払ってあげれば、項等式で x2 乗の係数、x の係数、定数項の係数みたいに比較していくことによって、計算省略するんですけど、a が2、で b がマイナス2、c が8と、こういうふうに求めることができるんですね。ここまで来たら、この x プラス2分の2の積分は簡単ですね。これは簡単にできる。じゃあ次、x2 乗マイナス 2x プラス4分のマイナス 2x プラス8。これについても結局分母が2次以上なので、分母がね、因数分解できるかどうかって話なんですけど、当然できないですね。で、その前にね、考えなきゃいけないのがもちろん、塊を見つけること。x2 乗マイナス 2x プラス4。これね、分母を微分したら 2x マイナス2になるでしょ。分母を微分したら 2x マイナス2だな。でもこの 2x マイナス2っていうのはないなと。マイナス 2x プラス8だからね。ここでね、よくやる手法なんですけど、ここの部分、残りの部分はいいとして、ここがマイナス x2 乗マイナス 2x プラス4分の 2x マイナス8ですね。
この 2x-8 で分母を微分したら 2x-2 になるので、この 2x-8 のうち 2x-2 を1個取り出すと。で、マイナス6。こんな感じで見てあげるっていう手法があるんですね。そうすると、この式っていうのは結局このように変換できて、1は簡単に積分できる。これもできる。これもできると。なぜかというと、分母を塊としておいたら、その 2x-2 っていうのはその分母の微分でね、1個出て取り出してるわけだから、結局、マイナス t 分の 1dt みたいな形になるんですね。で、残り、ここの部分ね。x2 乗マイナス 2x プラス4分の6。この積分を考えていきたいんだけど、分母ね、2次で因数分解できないということで、タンジェントシータを使っていくと。もうこんな感じでね、ワンパターンで全部できるんですよ。ね、これ結構難しい積分なんだけど、こんな感じでパターン化できると。それぞれ見ていくと、まず、ここまでの積分してあげましょう。ここまでの積分を、ここ S で置いてあげて、この積分の値を t っていう風に置いてあげると、S っていうのは、結局1の積分は x。x プラス2分の2の積分は 2× ログの x プラス2だね。で、この積分っていうのは、結局 x2 乗マイナス 2x プラス4っていうのを塊、ね、t みたいに置いてあげると、2x マイナス 2dx っていうのが dt っていう風に置き換わるので、結局、マイナス t 分の dt の積分と。だからログ t だね。マイナスログ t。で、t っていうのは x2 乗マイナス 2x プラス4と。これを、1ね、入れたものと0を入れたものの差を取ってあげればいいので、これ計算してあげると、そんなね、難しくない計算で1プラスログ3というふうに求めることができると。じゃあ続いて、あとは t の方を求めればよくて、t っていうのは0から1までのこの x2 乗マイナス 2x プラス4を、これは平方完成したいんですね。そうすると、x マイナス1の2乗プラス3分の 6dx と。こういう風になって、x マイナス1をルート3タンジェントシータと置換積分をしてあげるんですね。そうすると、これ x マイナス1イコールルート3タンジェントシータ。やらなきゃいけないことっていうのは、置換積分では、これを、シータに置き換えること、dx も d シータに置き換えること、そして範囲を変えることなわけだから、これ全微分してあげると、x マイナス1の微分は1。だから dx イコール、これの微分っていうのは、ルート 3× コサイン2乗シータ分の1と、の d シータと。これで dx を d シータね、シータの関数で表すことができて、じゃああとは x が0から1の範囲の時にシータはどうなるのっていう話なんだけど、x ね、0代入するとマイナス1。だからタンジェントシータがマイナスルート3分の1と、これね、シータをちゃんとマイナス2分の π から2分の π っていう風に区切ってあげると、x が0の時、シータの値はマイナス6分の π という風に求めることができて、x が1の時は x マイナス1が0だから、タンジェントシータも0。すなわち、シータも0と。こういう風に範囲を変えることができると。なので、範囲がマイナス6分の π から0。で、この分母の部分は、ルート3タンジェントシータの2乗が3タンジェント2乗シータ。だから3でくくってあげると、1足すタンジェント2乗シータが出てくるから、かけるコサイン2乗シータ分の1と。こう変換できるのが良かったんですね。分の6。で、dx の部分はこれ。かけるルート3コサイン2乗シータ分の 1d シータと。なので、ここでね、コサイン2乗分の1とコサイン2乗で約分することができて、またここ3と6が約分できるから、結局2ルート3をマイナス6分の π から0まで積分すればいいので、2ルート3の6分の π 倍と。だから、3分のルート 3π と。こういうふうに求めることができる。よって求めたい答えは s プラス t。ね。これ足すこれなので、1足すログ3足す3分のルート 3π と。このように求めることができるわけです。このね、答えを正確にね、この問題から出せる人っていうのは本当に一握りなんですよ。でも今までのパターンをしっかりと押さえていれば、当たり前の連続ですよね。当たり前のことをやってるなっていうことにね、他ならないので、こうやってね、パターンをしっかりと押さえていくことが重要。このね、よくあるパターンの2つ目。
この分数関数に関しては、まずはね、整式分の整式の場合は、実数に着目。で、実数下げしてあげて、分母の実数が2次以上の場合っていうのは、まずは塊を探してみようねと。で、その上で、因数分解できるんだったら部分分数分解、できないんだったら平方完成してタンジェントシータを利用する置換積分。もうこのパターンで全部いけちゃうわけです。こんな感じでね、今回は総論、基本形、塊の発見、そして部分積分と分数関数のよくある形っていうことをしっかりとね、パターンでね、押さえてもらったと思うので、ここからね、各論、E の X 乗を含むもの、ログ X を含むもの、三角関数を含むもの、そしてちょっと変わったね、積分だったりっていうものを各論しっかりと押さえることによって、もうね、分数関数のパターンと同じようにね、全部押さえてもらえれば、どんなね、積分の値が出たとしても、もう楽勝なんですよ。もう全部パターンに落とし込めば OK。ということで、しっかりと復習して、このね、次の各論編もね、しっかりと見てマスターしてもらえたらいいかなと思います。今後もね、こういったパターン化していく動画っていうのをね、たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。